こんにちは、京子です。今日はハンガリーのモイラさんからスタンピングプレートを購入したので、こちらを紹介していきたいと思います。今回私が購入したのはこちらにあるスタンピングプレートが6枚とミニスタンピングプレートが2枚とスクレーパーです。順番に紹介していきます。まずはこちらの大きなサイズのスタンピングプレートです。まずは6番のフローラリティ1番です。まだ開けたばかりの状態で青い保護フィルムがついています。使うときはこのフィルムを外して使います。今剥がしてしまうとちょっと照明がかぶってすごく眩しくて見づらくなっちゃうので、今はこれをつけたまま紹介していきます。こちらは全部お花のデザインがされています。次に買ったのは61番のラムールです。こちらはハートのデザインが多めで、上半分は爪全面にスタンプを押すようなデザインで、下の方はワンポイントで使えるデザインとか、こちらにまたちょっとお花のデザインがいっぱい載っています。これはこの辺に蝶々とか写っているので使えるかなと思って今回買ってみようと思いました。ここにある鳥のデザインもすごく可愛いと思います。次に86番のスタンプチャットです。これは見た時にこの辺にある文字、このスタンプがちょっと欲しいなと思ってこれ買いました。よくシールでいろんな英語の文字が入っているシールあると思うんですけど、あれみたいな感じで、ただシールと違って在庫がないのでいくつでも押せるかなと思ってすごく便利かなと思いました。他のデザインは買う時実はあんまりよく見てなかったんですけど、この辺とかこの辺はアメコミとかに出てくるキャラクターっぽかったり、なんかセリフっぽかったり、この辺は顔文字、スマイルマークみたいなやつとか、サロンではちょっとどうやって使っていこうかなって悩みそうなデザインだけど、好きな人は好きかなと思います。でこの辺はちょっと文字がいくつか書いてあって、これ全部英語かな。この下も文字のデザインがあります。これ全面に押すタイプで、ここは筆記体、斜めの筆記体で英語みたいですけどちょっとちっちゃくて読めなくて、ここはなんか可愛いロゴ、ハピネスとかラブとか書いてある。あといろんなロシア語とか他の言葉も書いてあるかな。ロゴのスタンプで、こっちははいとかオラとかこんにちはっていうのも書いてある。あとアロハとかサリューとか全部これ挨拶ですね。いろんな国の挨拶が書いてある、ちょっと可愛いスタンプ。これも使えそう。でこっちはまたすごくちっちゃくて今読めないけど英語のお手紙風です。これも何かの背景にしたら可愛いと思います。
次が76番のマスタープラン2です。これはデザイン見た時に爪の上にワンポイントでこういう何模様って言ったらいいんだろう、植物のツタの模様みたいな、葉っぱとツタみたいな模様をのせたらかっこいいかなと思ったんですが、今開けてみてちょっとデザインが大きいなと思って、私の爪と比べてもデザインが全面にこんな感じで出ちゃうんです。なので、見切れて使っていく感じになるとは思います。すごくね、デザイン大柄です。爪の大きい人とか長い人にはいいかもしれない。ちょっと思ってたよりデザインが大きくて、今ちょっとどうしようかなって思ってるけど、違った使い方をしたいと思います。次は92番のスティームパンクです。これはこれなんて言うんだっけ、歯車、ギアみたいのとか、これもそうですね、時計とギアみたいのとか、あとチェーンとか、こうやっぱり歯車系がすごく多いです。あとこう鍵とか、こういうの使えそうです。ワンポイントで。この辺にドクロとか虫みたいのもあって、こういうの好きな人もいるかもしれないけど、ちょっと私はここ苦手かな。でもこういう他のデザイン、こことかも爪全体に押したりワンポイントで使ったりしても可愛いかなと思います。大きいプレートの最後は109番のスタンプバイミーです。スタンドバイミーじゃなくてスタンプバイミーです。これは卒業式とか、あとウェディングをテーマにしたようなプレートです。デザイン見た時にこの真ん中あたりのフレームみたいのをすごく使いたいなと思って買うことにしました。ただやっぱり実際に見るとものすごくフレームが大きくて、爪の真ん中にちょんって押すっていうよりは全体に押せそうです。これもちょっと使い方を考えてみたいと思います。他はハートのデザインとかで、こっちはもう卒業おめでとうみたいな、ちょっと用途は限られそうだけど、なんか可愛い感じで使えそうな気はします。その他にミニプレートが2つあります。1つ目は105番のマイリアルインテンションです。これはやっぱりこの辺の蝶々を使えるかなと思ったのと、こういうアンカー、怒りとかこれから夏に使えるかなと思いました。この辺にも夏っぽいデザインがあったり、とこのお花のデザインもすごく使えそうかなと。あとこうコーヒーラテ、カプチーノとか書いた可愛いデザインもあります。
上の方はちょっとノルディック柄とかクリスマスのオーナメントみたいなデザインなので、これは冬に使いそうです。このミニはさっき使った大きなプレートのちょっと小さいバージョンなので、爪の小さい人とかにはこちらの方が向いている場合が多いです。もう一つのミニプレートは124番の Shape of My Heart です。これはインスタで多分ヨーロッパ系とかロシア系の人たちのデザインで、こういうスタンプすごいよく見てたんです。でちょっとワンポイントで押すとかっこいい感じで、でもお花がついているのでシンプルですごく綺麗だなと思っていたら、ここにちょうどあったので買ってみました。これミニプレートなのでデザイン小さいはずなんですけど、やっぱりちょっと大きめ、こんな感じで爪いっぱいに押せそうなので、爪のちっちゃい人とかはだいぶ見切れたり部分的に押すことになると思いますが、それでもすごくねかっこいい指先は作れそうです。最後に1枚スクレーパーを買いました。普段もモイラのスクレーパー使ってるんですけど、だいぶ色あせてきちゃったりとかしたので、ちょっとかっこいいのがあったから1枚一緒に買ってみました。スクレーパーはこれじゃなきゃいけないっていうものはなくて、使いやすいものを使ってもらって全然大丈夫です。ただよく皆さんが100円ショップで買ったりするスタンパーについてくるスクレーパーってものすごくここに厚みがあって硬いものが多くて、こんな風にしならなくて、私はすごく使いづらいと思っています。でいろいろ使ってみた結果、これすごく使いやすかったので、どれがおすすめですかって言われた時にこれすごくおすすめしてます。で今回はプレートと一緒に買ったので Amazon で買うよりは安く買えます。ただこれだけ買ったらすごく送料かかっちゃうので、とりあえず使ってみたい人は日本のショップにもいくつか売ってるとこあるので、そこで買ってみてください。スタンプをするときは上の青い保護フィルムを剥がしてから使います。保護フィルムを剥がしたら、この後はプレートを傷つけないように気をつけてください。プレートに傷をつけてしまうとデザイン転写する時に一緒に傷も転写してしまうので、この後の取り扱いは十分気をつけてください。このデザインはスチームパンクのプレートとラムールのプレートのロゴの部分を使いました。ロゴの部分も気に入った単語があればデザインとして使えます。この鳥はデザインを転写しただけではつまらないので、転写した後に色付けをしています。使ったプレートはラムールです。いくつかのデザインは転写した後に一手間加えてあります。やり方を知りたいデザインがあったらコメント欄で教えてくださいね。このデザインは2色のポリッシュを使ってデザインを重ね付けしています。これもラムールのプレートを使っています。
このチップも2つのデザインを重ねています。下にあるギアのデザインはとても薄くてあまりよく見えませんが、手を動かした時にうっすらと何か模様があるのがわかる感じになっています。上のレースとリボンのデザインはリボンのところは転写をした後に色を塗っています。使ったプレートはスチームパンクです。これはスタンプチャットの文字を使いました。ジェルのアートと組み合わせて使うこともできます。これはスタンプバイミーのフレームを使いました。シンプルなものなのでスタッツで飾り付けをしてあります。これはマスタープラン2のデザインです。黒で転写しているのをよく見かけますが、少し強い印象だったのでグレーで転写しました。白で転写しても可愛いと思います。これは105番のミニプレートとスタンプチャットの2つを使いました。爪の長い人がミニプレートのデザインを転写するときは長さが足りなくなることがあるので2回に分けて転写しています。また文字の部分も背景の黒と文字の白と2回に分けて転写しています。これはスチームパンクのプレートのデザインをゴールドでシンプルに転写してみました。これはフローラリティ1のデザインを転写した後に色をつけています。輪郭だけ転写するデザインなので色付けがしやすいです。そして124番のミニプレートは私の爪に転写してみました。好きなカラーをベースにしてしまったので少し見づらいですが、白くて細いラインが見えると思います。私の爪は比較的長くて大きめですが、これでも爪いっぱいに転写されたので、爪が小さかったり短めの人はこのミニプレートのデザインはかなり見切れて転写されます。配置を確認して転写すれば見切れていても素敵なデザインを楽しむことができます。いかがでしたか？ハンガリーから日本語で素敵なデザインのプレートが買えるので、複雑なデザインを簡単に楽しみたい人は使ってみてください。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。